こんにちは、海外 OL です。今日は海外で働いて外貨でお給料をもらう私が海外での銀行口座や日々使うお金をどうしているかについてお話ししていきたいと思います。あとは気になる金利のお話、6% の金利があるベトナムの定期口座や証券口座についてもお話ししていきたいと思います。まず私が在籍している会社はベトナムにありますが、毎月のお給料はアメリカドルでもらっています。お給料の金額に関しては過去の動画で話しているので、いくらぐらいもらってるのと思う方はそちらの動画を参考にしてみてください。まずお給料の受け取り方ですが、私の周りでは私と同じようにアメリカドルでもらっているパターンと、現地通貨のベトナムドンでもらっているパターン、日本円とアメリカドルの両方でもらっているこちらの3パターンがありました。ベトナムは発展途上の国なので、他の国の通貨に比べて弱い立場にあります。経済危機が起きても通貨の価値が下がりづらいアメリカドルや日本円でお給料を受け取る方が働く私たちとしては安心感があります。次にお給料を受け取る銀行口座についてです。ベトナムでは現地に6ヶ月以上滞在するビザがないと口座が開設できないので、金利が高いということが理由でベトナムの口座を開設してみたいと思っている方は、このビザがネックになるので注意が必要です。はじめにもお話ししたベトナムドンで預金した場合の金利は年に 6%、 現金100万円を口座に預けたら1年後106万円になる計算です。注意が必要なのは、お給料でもらっているアメリカドルでは金利がゼロだということです。なので私はお給料の一部をベトナムドンに変えて定期口座に入れてちょっとだけ増やしてみました。この定期口座の手続きもオンラインバンキングで完結するので、外国人でもその土地にある程度長い期間いる予定があれば口座を開設して金利の高い通貨で預金するのはありかなと思います。次にアメリカドルで銀行口座に振り込まれたお給料を日々どうやって現地通貨で利用しているかについては、まずキャッシュカードを使って ATM からベトナムドンで引き出すことが可能です。その日の為替レートで計算されて、ドル口座から指定された金額が引き出されます。またはドルの現金を貴金属屋さんに持って行って換金します。両替所じゃなくって貴金属屋さんで換金と思いますが、ベトナムでは両替所の看板を掲げているところがほとんどなくって、空港やホテル、または銀行など免許があるところでしか両替ができません。現地に住んでいる人は看板がなくて一番レートがいい貴金属屋さんを口コミで聞いて両替するという裏技を使っています。個人商店が多いベトナムではキャッシュレス化に関しては日本よりも遅れていて、日々現金を使うことが多いです。次のお話は証券口座。こちらをベトナムで開設してみました。もともと株式投資を趣味でやっていたので、せっかくなのでベトナムでも証券口座を開設してみようと思って興味本位での口座開設です。必要になるのはパスポートを交渉した書類。これはベトナムの交渉役場にパスポートを持って行って、パスポート全ページのコピーに交渉印をもらったものを準備します。次に証券口座へ入金する専用の口座を開設して、その口座番号が必要になります。最後に在住を証明するビザ。先ほどの銀行口座を開設するのと一緒です。これらの書類を揃えるだけで半日ぐらいかかって、やっと証券口座開設できましたが、実はまだ今のところ1回も取引していません。口座開設の方法を調べた際に、帰国しても取引ができるとの事前情報が掲載されていたのですが、実際に私が口座を開設した時点では、ビザが切れたら口座も閉じなければいけないという説明を受けたので、帰国後のことを考えてベトナムでの無式投資は諦めて、証券口座を開くステップを体験するだけにとどまりました。もしこれからベトナムで成長を見込んでいる企業があって株式投資をしてみたい場合は、日本の SBI 証券で取り扱いがあるので、今後ベトナム株へ投資してみたい場合も日本の証券会社を使うのがおすすめかなと個人的には思います。今日は生活する上で必須となるお金についてのお話でした。海外でのお金の管理の仕方や日常的なお金の使い方、また運用の方法など
日本語で情報を探そうとするととても難しかったので、この動画がこれから海外で働く方のお役に立てると嬉しいです。また情報発信をしていきますので、興味のある方はチャンネル登録をしておいてください。また次の動画でお会いしましょう。